ご視聴ありがとうございます。今回は、とある地方都市の駅のご紹介です。主要幹線の拠点駅なのに私鉄に負けている理由と、駅が長年抱えていた課題、間もなく完了する高架化工事の全貌を解説します。主要駅では珍しい、ある光景にも注目です。ここは、愛媛県松山市の中心駅、伊予鉄道の松山市駅です。伊予鉄には路面電車タイプの市内電車と一般の郊外電車の2つがあります。松山市駅には郊外電車の3路線全てが集まるほか、市内電車も駅前に乗り入れ、一日中活気があります。また、市内電車乗り場の近くでは広場の工事が進み、先日から一般車両の通行ルールが変わっています。そして松山近郊にあるもう一つの鉄道が JR 四国の路線。中心駅は松山駅で、ここから北西に1キロのところにあります。市内電車で直接行くか、大手町駅での乗り換えが必須です。市内電車の松山市駅電停を出ると、軌道は90度カーブして北に向かいます。百貨店の隣にはホテルがあり、遠くからでも目立ちます。松山城の堀の横を走り、ダイヤモンドクロスの名で知られる郊外電車との平面交差を通過。松山市駅を離れるにつれ、高い建物が減っていくのがわかります。JR 松山駅前電停に到着です。ロータリーの向こうに見えてきたのは三角屋根の駅舎。平屋建てで百貨店などとは一体化してないようです。市内電車を降ります。ホーム後ろ寄りの地下道には人の姿がなく、宗教勧誘の人の声が響いています。電停を挟んで松山駅の向かいにある建物もこの高さで、松山市駅にあった建物にはとても及ばないです。JR の松山駅は建物の規模だけでなく、人の少なさが際立ちます。駅舎の中がこちら。自動改札機はなく、駅員が切符を確認します。正面に並ぶボックスは出場専用で、入場するときは左の窓口を通ります。一昔前の国鉄の駅によくある天井が高い建物。国内の主要な駅の駅舎も改築され、こうした駅舎は意外と少なくなってきただけに、かなり貴重な存在です。改札向かって右側には商業テナントが、左側には券売機が並び、緑の窓口も現役です。また、さらに左にはこんなものが。これは台湾の首都台北にある、表記が同じ松山駅とのコラボ看板です。建物自体は貫禄がありますが、2017年度の1日平均の乗車人員はおよそ7200人。対する松山市駅は、郊外電車と市内電車合わせて1万3000人余りで、これは四国の駅では最も多いです。松山市駅よりかなり寂しい松山駅、何があったのでしょうか。先に開業したのは、今の伊予鉄の松山市駅です。1888年、明治21年の開業で、当時はこちらが松山駅でした。この時開業したのが今の高浜線で、同線の小町駅などとともに、四国で最初にできた駅でした。伊予鉄は郊外電車と市内電車の路線を増やし、市内交通で大きな役目を果たすようになります。松山城の周りで栄えていたのは城の南側で、現在大街道電停から松山市駅電停までの間にはアーケード街が続いています。今の JR の松山駅が開業したのは1927年、昭和2年。当時、中心部に路線を敷くのは難しくなっており、前後のルートとの関係で市街地の西側に駅が作られました。この時鉄道省が伊予鉄に駅名の変更を要求し、伊予鉄は逆に国鉄の駅を伊予松山という名称にすれば良いとして反発。鉄道省は伊予鉄の運輸課長を東京に呼んで圧力をかけ、結局伊予鉄の駅が松山市駅に改められています。こうして松山の名前を得た国鉄の駅ですが、1947年の空中写真では市内の外れにあり、松山市駅より不利な立地なのがわかります。開業当時の周辺は湿地帯だったため、西側の斜面から運んだ土砂で整地したこの場所。
東に伸びる道路は駅の開業に合わせて整備されたものですが、道路沿いには空き地が目立ち、西側には目立った道路すらないです。その後、市街地の拡大によって松山駅周辺も発展し、市街地は駅の西側にも広がりますが、伊予鉄の松山市駅との差は開いたままです。松山市の周辺にたくさんの駅がある伊予鉄が近郊輸送の多くを担い、駅が比較的少ない JR は遠距離輸送が主体という構図が出来上がっています。松山駅は予讃線の途中駅で、かつてはこの駅を特急が通し運行していましたが、その後電化区間が拡大されたことなどを受け、今では列車が分けられています。四国有数の拠点駅である松山駅、1927年には駅の真横に松山機関庫が開設されています。蒸気機関車の時代が過ぎ、61年には機動車区、89年には松山運転所に改められました。特急車両や普通列車用の車両、電車にディーゼルカー、百数十両が所属しています。また、運転所の反対側には松山貨物駅もありました。この駅は、ホーム2つ、線路3本の構造です。改札は1番線にくっついており、2、3番線へは跨線橋を渡る必要があります。まずは1番線を見て回り、それから2、3番線に向かいます。1番線では、ある特殊な運行方法が見られます。止まっているのは、宇和島方面の特急、宇和海です。この駅で降りた乗客と、乗車待ちの乗客でホームが混んでいます。そしてこの列車のすぐ後ろには、別の特急が止まっています。1番線では、特急宇和海と、高松岡山方面の特急、石鎚と潮風が連結した編成が同じ線路に並んで止まる、いわゆる縦列駐車が見られます。国内で特急同士の縦列駐車が日常的に行われる駅はかなり珍しいです。改札の正面にはこのような看板が、乗客が列車を間違えないようにする案内で、液晶モニターにも表示が出ます。先ほど触れた特急のうち、石鎚と潮風は並結するのが普通です。改札を入って右、石鎚と潮風が停車しているエリアに向かいます。高松行きの石鎚と岡山行きの潮風で車両のカラーリングが違います。四国の車両には詳しくないのであれですが、列車によって色が違うのでしょうか。なお、改札を入って右にはコンビニや蕎麦屋さんもあります。1番線のうちこの辺りの発車案内表示器には高松岡山方面の列車しかありません。これはたまたまではなく、特急も普通も行き先によって止まる位置が分けられているため、それに応じた表示になっているからです。ホームの先端はこの狭さです。この辺りまで来ると、ベンチなどもないです。電化される前の1番線は長さ175メートルで、その後250メートルになりました。隣のホームから見ると、延長された部分の土台や屋根の作りが違います。なお、今でもディーゼルカーが発着することもあり、この駅のホームの高さは大都市圏でよく見られるものよりやや低いです。一方、宇和海は単独なので編成が短いです。この列車は2両編成で、予讃線末端区間の輸送量の少なさが伺えますが、この車両には振り子機構が搭載され、カーブを速く走ることで所要時間を短縮できます。エンジンもパワフルで、石鎚と潮風にはない重厚なサウンドです。そしてこの辺りにある発車案内表示器には、宇和島方面行きの列車だけが並んでいます。2、3番線につながる跨線橋がこちら。1978年完成で46年経っています。ここにはエスカレーターはありませんが、エレベーターが整備され、バリアフリー対応です。1番線と同じく、2、3番線も方面別に停止位置が分かれており、改札から向かって右が今治高松方面、左が伊予大津宇和島方面です。階段を降りた場所にある行き先表示器には、伊予市と八幡浜の文字が。両方とも宇和島方面行きの列車で、発車案内表示器の内容が停車位置に沿っているのはこちらも同じです。この車両は、電化区間で運用される7000系です。
ワンマン運転の時は前後のドアだけが開き、ラッシュ時などは真ん中の両開きドアも開けます。これにより、異なる時間帯で柔軟に運行できます。電化区間は伊予市駅までなので、次の八幡浜行きはディーゼルカーでの運行です。それがこの車両、キハ54型です。国鉄分割民営化の前、JR 四国と九州、そして北海道では厳しい経営が予想され、車両も老朽化したものが多く、それらの更新時期を遅らせることで、経営に負担にならないようにと製造されたのがこの車両です。ちなみにこの車両は、見づらいですがトップナンバーです。なお、早朝には、宇和島駅まで3時間20分ほどかけて走破する普通列車まであります。キハ54型はロングシートですが、こちらはクロスシートのキハ185系3100番台での運行で快適に乗り通せます。この列車の運行区間をめぐる話はまた別の動画です。ホームの反対側に移動です。列車の行き先によって停止位置が分かれていますが、例外があります。その一つがこれ、観光列車、伊予灘物語です。この列車が走る予讃線には2つのルートがあり、長いトンネルを掘らなくて済む海沿いのルートが先に開通しています。ただしカーブが多く、スピードアップに限界があったため、後から山間部を貫く新線が開通し、特急宇和海をはじめとした多くの列車が新線経由で運行されています。海沿いの旧線は存続しているものの、普通列車がちょいちょい走るだけになっていました。2014年3月、旧線に相ある伊予灘線という愛称が付けられ、同年7月より伊予灘物語の運行が始まっています。到着時には専用の音楽も流れ、雰囲気が盛り上がります。この音楽は加湿器で、華やかな曲調と結構なボリュームで、松山駅全体を包みます。車両によってテーマが異なり、乗り口には専用の絨毯まで敷かれます。美しい沿線風景に加え、アテンダントや地元住民によるおもてなし、地元の食材をふんだんに使った食事などが好評で、新聞社が調べたおすすめ観光列車ランキングで1位になったこともあります。隣にやってきた回送列車が折り返しの特急宇和海。宇和海は全てが1番線から発車するわけではなく、2番線から発車する列車も何本かあり、13時25分発のこの列車はその一つです。ホームの長さの関係上、2番線で縦列駐車はできないので、13時26分発の石槌潮風コンビは1番線に到着。跨線橋を経由した乗り換えです。ちなみにこの車両は2014年登場の8600系。それまであった岡山宇和島間を投資運行する特急の運行が車両の老朽化で難しくなり、列車を分けるために製造された車両です。そのような経緯もあり、17両しかないレア車両です。少し後から松山止まりの宇和海が到着です。縦列駐車が始まる時の様子も見てみます。列車同士がぶつかるのを避けるため、2つの特急は同時に入線できず、先に来た特急が停車するまで、後の特急は駅の外で足止めです。石槌潮風コンビが停車すると、係員がホーム上の機器を操作し、宇和海が入れるようになります。宇和海が停車すると、係員が再び機器を操作します。これで伊予灘物語を含め4本の特急車両が揃います。ところが様子がなんだかおかしいです。13時25分発の宇和海の表示が回送に戻っています。そしてホームの人も増えています。実はこの日、伊予市駅と宇和島駅の間であまりの暑さでレールの温度が上がりすぎ、列車が運転見合わせになったのです。今治高松方面は動いているので、石槌潮風コンビはそのまま発車。宇和海は回送になり、乗客はアホみたいに暑いホームに降りることになります。そして残念ながら伊予灘物語も運休です。みんな楽しみにしていた観光列車だけにとても残念です。最近ひどくなっている夏の暑さは鉄道会社の経営にも影響を与えるレベルになっているようです。
伊予灘物語は一旦駅を離れた後、駅のすぐ横にある引き上げ線に入ってきます。この辺りはかつて松山貨物駅があった場所で、今では線路が数本残っているだけです。そしてこれらの光景は間もなく見納めです。松山駅周辺では鉄道による東西市街地の分断や交通渋滞を解消するため連続立体化事業が進んでいます。高架区間はおよそ 2.4 キロで8カ所の踏切がなくなります。2008年に都市計画決定、2009年に事業認可がなされた高架化は2025年度までが事業期間となっており、大詰めの状態です。去年度末の時点でおよそ 90% が進捗しており、松山駅の隣には新しい高架橋などが姿を見せています。今の駅はホーム2つ、線路3本なのに対し、新しい駅はホーム2つ、線路4本で今より大きな施設になります。特急は 1,2 番線に集約され、隣同士での乗り換えに変更されます。ホームを延々歩く縦列駐車よりこちらの方が便利です。今の方式に合わせて松山寄りにしていた宇和海の指定席の位置は高架化に合わせて宇和島寄りに変更され、潮風との乗り継ぎに配慮する予定です。また新しい駅には自動改札機が設置されるほか、 QR コードにも対応しています。商業施設も大半が決まっており、市内中心部で営業している名店もあります。一方、高架化に合わせて行われるダイヤ変更では、高松から八幡浜の間で人手不足などを背景とした運転の取りやめや時刻変更があるなど、苦しい内情も透けています。そしてこの事業の範囲は駅の前後だけではありません。中盤で登場した松山運転所の施設はここまで出ていないどころか、航海機はまさにその場所にあります。そう、航海機を今の駅の西側に建設することになったため、松山運転所は2020年3月に移転し、南伊予駅付近に移されたのです。松山駅のそばにあった松山貨物駅も同様に移転しています。南伊予駅は連続立体交差事業に伴う施設の移転に合わせ、伊予市の要望で設置された駅です。工事費およそ1億7000万円は愛媛県と伊予市が全額負担しています。これに伴い松山駅との間で列車本数が増えるため、隣の北伊予駅では線路が増設されました。またさらに隣の市坪駅付近では実に 1.7 キロにわたって線路が増やされています。航海機への切り替えは9月28日の予定で、来月には線路の切り替えが行われます。一連の切り替え工事は一度にはできず、9月21日土曜日の深夜から22日日曜日の早朝まで第1回目の切り替えが行われます。これに伴い土曜日に松山駅を発着する一部の列車が運休になります。岡山高松方面からの特急は伊予北条駅止まりに、普通列車は堀江駅止まりになり、バス代行が行われます。また本切り替えは28日土曜の深夜から29日日曜の早朝までの予定で、こちらは宇和島方面でも列車が運休になります。特急は伊予市駅止まりに、普通列車は北伊予駅止まりになります。駅の西側では松山運転所の跡地の開発が進んでいます。道路は曲がりくねり整地作業が続くこの場所ですが、乗務員の詰め所はまだ残っており、職員が道路を歩く姿も見られます。逆に駅の東側では松山貨物駅の跡地の開発が予定されており、駅の東西が大変貌することになります。高架橋がやけに長い場所には東西を貫く道路ができる予定で、交通事情が大幅に良くなります。また伊予鉄の市内電車には新しい線路ができ、停留所も新設。線路は駅の西側に700メートルほど伸ばされる計画で、将来的には4キロほど離れた松山空港への延伸構想もあります。コンコースなどには高架化をアピールするポスターが出され、出来上がった高架橋を歩けるイベントが企画され、いよいよムードが盛り上がっています。待望の高架化、さらなる躍進に期待です。ご視聴ありがとうございました。